今日はですね、歴史の関係であります。皆さん歴史というとですね、もう過去のことですから、そんなコペルニクスはないと、こういうふうにですね、普通は思うんですけど、実は非常に違うんですね。今日はこの題材を決めるだけで大変でですね、中国という国はないという題名を私がつけたんですが、実はですね、中国というのも多分普通の人は専門家と違う概念で捉え、また国というのも違ってるもんですからね、日本語が通じないっていうところがあるんですね。これこそコペルニクスなわけです。だけど尖閣諸島の問題というのがありましたから、後でちょっと触れますけども、やろうということです。で、おいでいただいたのは歴史のコペルニクス、宮脇純子先生です。本日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。で宮脇先生に順次ですね、今日はですね何回かやろうと今は思ってるんですが、中国ばかりでなくですね、歴史としてのコペルニクスをですねやろうと。宮脇先生はこのテレビ局でも番組持っておられますけど、何だって難しいもんですから、私がですね素人側に立ってですね、いろいろですね話をお聞きしたいというのが一つですね。それから私は昔からですね、実は中国の歴史と漢唐宋元明清とこう理解しとったんですけど、どうもですねそうでもないらしいと。中国が大きく分けて、歴史的には3つ、今の現在を除きますと3つ、つまり秦から始まる時代、隋から始まる時代、元から始まる時代というですね3つに大きく区分されるという歴史家の見方がありまして、それに従って今日もですね話を進めていこうと。私これは本当にちょっとしたことですけど、各時代の先頭を切った人はすぐ終わるんだなと思いましたね。秦はすぐ、隋もすぐ、元もすぐっちゃすぐですよね。そのモンゴルとしては長いけど、中国支配としたらやっぱり他の100年とか年代に比べたらね、少し短い目ですよね。ですからこの区分を知ってですね、私はですね新しい時代を切り開いたところはちょっと難しいのかなと思ったりしましたが、そこら辺も含めてお話を聞いていきたいと思います。それでですね、この番組はですね我々と緊急にやろうと思ったわけですが、その理由はですね、もちろんこの前の尖閣諸島事件であります。多くの国民の方は尖閣諸島というのはどこにあるかはもちろんご存知なかったと思いますね。初めて事件が起きて地図が来て、普通の人随分沖縄よりか南であんなところが日本の領土なのと思った人もいるでしょうし、いろいろですね。ところが反応はものすごくはっきりしてたんです。実はその尖閣諸島っていうのが話題に乗ったこともない、資源が非常に豊富であるということが分かっていながら、ほとんど日本の資源の中に議論の中に入ってなかった。ところが事件が起こると突然ですね、もう2日ぐらいで急激に認識力が上がりまして、尖閣諸島の問題はけしからないとはっきりと断言している人が国民の 94% っていうですねアンケート結果が今出てるわけですね。ちょっと過激すぎじゃないか。じゃあ北方四島の方がもっと大きいんだけどどうしたの、沖縄の問題は今どうなってるんですか言うとですね、よくわからないっていうような状態で我々は進んでるわけですね。ですから今日はちょっとですね、実は尖閣諸島の問題を直接扱うんではなくて、尖閣諸島の問題を考えるまでに至るところをですねやろうと。これねやっぱり中国の歴史が一番大切だ。中国という国はあったのか、それからこれは今回できませんが、領土という概念はいつできたのか。今日お話しする領域は中国でありますから、中国ここであります。北にモンゴルあり、それから西にはですね、主に、後にはイスラム圏になる文化、それからチベットの仏教系の文化、それからインド、それから南方、それから海洋ですね。朝鮮も特に中国とは深い関係がありますけど、そういったものが全体として歴史として動いていると、いうこともですね、宮脇先生の言外に感じながら聞いていただきたいと、そういうことであります。では早速先生、まずですね、今日は非常に先生としてはまどろっこしいと思いますが、一般の人は中国のことはほとんどご存じないんですよね。ですから、例えば西洋のルネッサンスとかフランスとかイングランドとかアメリカは知ってても、中国は隣にあるんだけど関東草原民主に知ってりゃいい方だと、いうことなので、そういうことを踏まえましてですね、まず紀元前の、中国4000年の歴史とこういうわけですが、非常に中身は違うんですね。で前には州とか殷とかいう王国があったわけですが、それはちょっとあんまり前すぎるので今日は割愛しまして、中国の全国統一が行われた秦、
およびそれについた漢からですね、お話を進めさせていただきたいと思います。先生、まず秦中国を初めて、中国というのはまたこの話の一番最後には中国っていう概念が視聴者の方は変わると思うんですけど、とりあえずスタートは皆さんがぼんやり思ってる中国というものの概念で進めていきますが、そういう意味で中国の最大半島を秦の最大半島、これから一つ。はい。秦という始皇帝が建てた王朝は戦国七国を統一したわけで、これが戦国七国の一応領域と言われているものを囲ったんですね。だから実は今よりもモンゴルにもっと入っているし、意外と大きいなっていう、それはですね、戦国七国がいろいろな国だったんで、始皇帝がこれをですね、ネットワークを統一した道を作った、だから一つの文化圏として漢字を統一し、度量衡を統一しっていうことで、この秦というのが今のチャイナ、あるいはシナになった言葉、だからここからもう絶対中国文明があるとしたらここがスタートで、紀元前221年なので、中国はどう長く見積もっても2200年。なるほど。4000年5000年はあれは全くのスローガンであるということで、皇帝も彼が最初の皇帝で自分でそう宣言しているので、この時が一番目の皇帝で始皇帝、ところがさっきご覧になったように、すぐに滅びてしまって、本当に20年で統一がなくなってしまって漢に行く。そうですね。漢にこれはなかなかね面白いですよ。始皇帝っていうのはなんかね、これ固有名詞。僕は時々ですね、始皇帝って一番偉いから、真の始皇帝も今は生きていないなんつってですね、人間は必ず死ぬということをそういう言い方で言うんで、そのくらい有名なんですが、始皇帝ってこれ初めての皇帝って書いてあるだけですからね。ですからね、これ始皇帝固有名詞じゃない。これなかなか面白い。これからスタートして、ここがチベットですね。ここはウイグル。今のね、これがチベット、これが新疆ウイグル、それからこれがモンゴル国ですね。で満州ってこの辺です。満州はここですね。東北山椒と今言われてますが、ここですね。だからその中国というものをチャイナ、つまり秦を取り囲むところの外側に満州とモンゴルとウイグル、新疆ウイグルとチベット、それからこれは四川っていうか、ここどこ雲南のあたり。雲南ね。でもちろんその頃はまだチベット人とかモンゴル人とかはっきりしてないわけです。そうですね、はっきりしてない。異民族がずっといるという、そういう状態でスタートをいたしました。で、ちゃんとした長く続いた王国として漢が2つに分かれてるんです。前漢と後漢で真ん中が入る。で開祖は劉邦という人が、非常に有名な人ですが、歴史的に有名な人が、この人がちょっとここのところちょっと秦とほとんど同じだけど、なんだか小さくなったような大きくなったようなでしょ。だからね、これはですどういうことかっていうとね、朝鮮も一度は漢だった、これがその今の朝鮮問題に結構関係してくるんですよね。それで台湾がね塗ってある、私これね非常にね疑問なんですが、これは実は英語の地図の領域をちょっと移したんですね。それとこれ全部自己申告。自己申告ね。つまりこれはなんでこういうふうに色が塗られるかというと、武帝という皇帝が非常に金持ちでいっぱい戦争しましてですね、いろんなところに遠征したんです。遠征した。これ武帝の時に朝鮮も行ったんですよね。そうでしたね。それで要するに貿易をするための町を置く、だから町を置いた一番端っこをつなぐとこういう領域になる。なるほどなるほど。そうすると真ん中はどうかと言いますと、漢字のわからない言葉のわかんない人が住んでても無視してるわけ。無視してる。だからこれは日本語でいう国家とはかなりイメージが違っていて、一番先端に置いた町だけつないだ地図だと思わないといけない。だから領土とか領域と関係なくて、でしかも台湾はね、これはね多分ね誰かが行ってちょっと商売というか物を持ってきてそれを記録したから台湾は漢だったと、こういう向こうの主張なの。おそらくはこの頃の台湾っていうのはですね、行くとですね、ちょっと漁民が2、3人いて、2、3人とかないけど200人とかいて、そこに行って、それでもちろん管理とか政府があるわけじゃないわけです、ね。漁民も何もね、多分首狩り族だけいた。首狩り族だけ。だけど物があるわけ、鹿がいて、要するに物産があるのね。だから物産だけ取りに行って、なんかあげて物産持ってきて、それでその交流があるとここは漢だと。なるほど。で朝鮮半島もいろんな人がいたんですが、これは一応家来になって町を直轄し4個置いてるんですよ、軍をね。それでその人たちはなんでここに置いたか、多分日本貿易、日本列島に来るためにここ重要視したんです。なるほど。それで漢の武帝は軍隊を派遣してこう全部を一度は抑えたけども、途中で力尽きてだんだん縮小すると。